こんにちは、青木です。大阪駅にいます。はい、ちょうどですね、万博ラッピングの大阪環状線が発車するところが見えておりますけども、今日はですね、2月の24日土曜日、3連休の真ん中のですね、土曜日ですごく天気がいいのでですね、大阪梅田から難波まで歩いてみようと思います。この大阪駅がある梅田からですね、もう一つの繁華街難波まで主に御堂筋を通ってですね、ちょっとお散歩をしていきたいと思います。御堂筋聞いたことあるでしょ。そう、大阪の地下鉄、大阪の大動脈のですね、大阪メトロ御堂筋線が、この御堂筋という、通りの下にですね、走っているんですよね。なので、梅田から難波、地下鉄で結構移動されたことある方もねいらっしゃるかもしれないですけども、実はその途中にもね結構見どころがいっぱいあったりするので、今日はですね、その大動脈である御堂筋を通りながら、そういったものも紹介していけたらと思います。ではね、早速この万博大阪環状線の万博列車を見送ってスタートしていきましょう。はい、この列車特に狙ったわけじゃないんですけど、本当たまたまですね、はい、このロケの最初に合わせる形で、出発をして、行ってくれました。まずですね、私たちがこれから歩んでいく道がですね、しっかり上から見ることができる場所があります。でしかもですね、タダで見れる展望台、そう感づいた方もいるかもしれないですけど、以前ね、大阪駅前第2ビルの展望台をご紹介したと思うんですけど、今日もですねそこに今から足を運んでまいりたいと思います。はい、梅田のど真ん中ぐらいまでやってきました。これが JR の大阪駅ですね。で下に大阪シティバス、もともと大阪の市バスだったんですけども、民営化して大阪シティバスのバスターミナルがあります。これね、バスターミナルあるんですけど、ここになんかねちょっと仲間外れの乗り場があるんですよ。そう、バスって大体このね、この丸いところ、広場がね乗るんですけども、ここだけですねちょっと一人仲間外れになっている乗り場があります。これなんで仲間外れになっているかというとですね、ここから出るバスの本数が異常に多いからなんですよ。ここからですね出る34系統っていうバスがあって、森口の方まで行くんですが、この森口行きのバスがですね、日中でもですね5、6分に1本出てるんですよ。少ない時でもなんか8分に1本らしくて、で、朝のラッシュ時はなんとですね2、3分に1本出てるんですよね。なのでですね、ここ実はその森口行きのバスだけでこう2台とか3台とかで渋滞するんですよね。なのでこれお前本数多いからちょっとここでちょっと外れたところに乗り降りするようにせえ言うてね、はい、別のですね特別な乗り場をですね、設置してあるっていうんですね。この階段なんか本当森口行き専用のですね階段ですよね。こういう特徴もある大阪梅田、北の方ね、今日今から南の方に行きますので、北の方をねちょっと見ておきましょう。こちら阪急百貨店でございます。はい、阪急百貨店ね、こんな大きい、昔はですねステンドグラスなんかもあったんですけども、今はですねこんなですね、はい、大きい建物になってます。大きいで高いですね、建物がですねこちらにあります。この上の方はオフィスになってるんですね。さあ、そしてちょっと西日が眩しいですけども、こちらが阪神百貨店になってますね。はい、阪神百貨店で、こちらの上にもですね高いですね建物がございます。でこれをですね、さっきの阪急百貨店の高い建物と、阪神百貨店の高い建物を合わせまして、大阪、梅田ツインタワーなんでね行ったりします。阪神百貨店のところにやってきました。ここはですね御堂筋のスタート地点になっています。だからすごいですねあそこに F1 のなんかサーキットみたいなそういう壁がなんかね赤と白のやつありますけど、なんか工事してるんですよね。さあ、あそこにですね近鉄高速バスが走ってますね。はい、近鉄電車のグループを運営するバス会社近鉄バスの高速バスなんですけど、実はですねあの辺に地下鉄の駅があるんですよ。はい、何線の駅だと思いますか？御堂筋線だと思うでしょ。違うんですよ、谷町線の駅があるんですよ、この辺にね。御堂筋やったら御堂筋線じゃないのって思われるかもしれないですけど、実はね谷町線の梅田駅、厳密に東梅田駅っていうんですけど、これはですね御堂筋線の駅を拡張する形で作られたっていう、そういう歴史があるんですよ。なので当然ですね御堂筋線の駅もあるんですけど、ここに谷町線の駅があって、御堂筋線の駅っていうのはねもっとこっち側にあるんですよね。歴史的にですね
御堂筋線に確かなんか急行かなんかを走らせようっていう風にしたのかな、そういう、歴史はあったんですけど、急行を別に走らせてもてんてんてんってなって、それより新しい地下鉄の駅ここ作ろうぜってことになって、なのでこの、御堂筋線の駅と谷町線の駅っていうのはすんげえ近いところに実はあるんですよ。乗り換えしてるとね、ちょっと地下街とかの構造の関係上、なかなかですね、御堂筋線谷町線って近いって感じないんですけども、さあそしてこの屋外にそびえ立つエスカレーターを降りてきますですね、またビル群が見えてきました。結構年季入ったビル群でしょ。はい、こちらがですね、大阪駅前ビルと言いまして、第1ビルから第4ビルまであります。今見ていただいているのが第4ビルですね。結構ガラス張りになっているのが特徴ですよね。ここにですね、大阪一宝くじが当たりやすい場所があります。はい、今ってあれですよね、年末ジャンボとかそういう、大きい宝くじが売られてるわけではないんですが、バレンタインジャンボっていうのをやってるんですね。結構人が並んでるでしょ。この常にこんな感じですよ。で、あそこにある白い建物が第3ビルですね。で、ごめんなさい、さっきから第2ビル第2ビルって言ってたんですけど第3ビルの間違いでした。このホワイトチョコの板チョコみたいな格好したビルのですね、一番上に今から登っていきたいと思います。第3ビルですね。エレベーターがめっちゃ年季入ってるでしょ。はい、なんかホワイトチョコの板チョコとかなんか言ってましたけど、このビルねすごいですね。33階まであるんですよ。でこのビルね結構月にね 2,3 回ぐらいは来てるんですよ。第3ビルってわけじゃなくて、その1から4の中のねどっかには来てて、というのは結構語学のイベントとかですね、あと婚活パーティーとかですね、なんやかんや言ってですね、いろいろ、はい、オフィスの他にもいろんなのがですね入ってますので、それでですね結構用事が多いとこですね、ここ。さあそして33階ですね。3と3耳ってことで、めっちゃ今耳キーンってなってるんですけども、さあちょっと見ていきましょう。はい、ちょうどここにですね、僕も何回かお世話になっている、婚活パーティーの、結婚相談所ですね、フィオーレさんがですねあるんですけどはい、そういうの気にせずにですね見ていきたいと思います。東側を見ていますね。でもですねこっち、はい、先ほどですね近鉄バス、言ってましたけども、ちょうど、梅田でお客さん乗せて発車したところで見えてますね。すごいな、ミニカーみたいにして見えてますけども、こちらちょっと注目していただきたいですね。ここがですね、はい、これが御堂筋なんですね。でこっち側はですねこっち向きとあとこっち向きの車線もですねあるんですけど、ここのですね、はい、交差点、ここですね、梅田新道略して梅新という交差点になってます。この後見に行くんですけども、この梅新を境にですねこの御堂筋はここから一方通行になります。なので向こうの方がこう来る、車っていうのはないんですよね。はい、車が一斉に走り出しました。こっちにね流れて車はあるんですけども、逆に来る車はないですね。こうして見ると結構御堂筋空いてますねはい、ドリカムの歌で御堂筋は動かないっていうようなこともで歌われてたりするんですけど、それはピーク時とかだとね本当に御堂筋の車線がこれ今は全部使えるんですけども、なんか路上駐車で使えなかったりとかですね、大阪特有のそういうようなですね事情もいろいろあるそうです。さあそれでは降りていきましょう。僕と同じコースでやられる場合はですね、ここでお手洗い行っとくといいと思います。これからねずっと歩きますので、地下鉄御堂筋線の駅がところどころにあるので、そこに入って、お手洗い行ってもいいと思うんですけども、こういうタイミングでね、はい、このトイレ特に土日とか空いてるんで。さあそれでは先ほど展望室でお話ししてた梅新ですね、梅田新道を見ていきたいと思います。はい、これもですね実は観光名所なんですよ。ただの交差点なんちゃうんという風に思われるかもしれませんけどね。はい、展望室から見ていたですね、ここから先御堂筋が一方通行になるところ、梅田新道梅新の交差点になっています。でこの梅新、なんで重要なところかというとですね、はい、あそこ見てください。国道2号線曽根崎通りっていう風に書いてありますね。はい、ここ実はですね国道2号線っていう国道の起点になっているんですよ。それであると同時にですね、ちょっとあっちにもまた行ってみますけども、あそこがですね、あそこというかここの交差点が国道1号線の終点になっているんですね。
国道1号線、国道2号線って何なんっていう風にね、大阪市道路原票って書いてあります。いわゆる道しるべ的なやつですよね。1号、東京都大阪市終点、2号、大阪市北九州市起点ってなってます。これがさっきですね、説明した内容になってるんですけども、東京からですね、大阪まで、東京から横浜、静岡、名古屋で、三重の四日市とか京都を通って来る日本の大動脈の国道の一つ、1号線がですね、ここでおしまいなんですね。一方ですね、大阪から今度はですね、神戸とか岡山、広島、山口を通ってで関門海峡を通って北九州市に至る2号線っていうのが、ここが起点という風になってるんですよ。この下が面白いんですよ。はい、25号、四日市から大阪っていう風に書いてあります。これは終点になってるんですね。で次26号、大阪市から和歌山市、これが起点になっていると。次163号、大阪市から上野市、上野市っていうのは忍者だって、ね、有名な伊賀市のことなんですけどね、はい、伊賀市、昔は上野市っていう風に呼んでたんですけどね。で、次165号線、大阪市から津市、これは近鉄大阪線に沿ってですね、奈良の橿原とか名張の方まで行く、そういう国道になってるんですね。で、最後、宝塚から大阪の国道176号線って書いてあるんですけど、このですね25、26、163、165、この国道4つありますけど、実はですね、今から通っていく御堂筋、この4つの国道なんですよ。どういうこっちゃねんってことなんですけど、日本の国道にはですね、重複区間っていうのがあって、例えば25号線と26号線っていうのは難波の近くで分かれるんですけども、その難波の近くで25号線が右、26号線が左みたいなね、そんな感じになるんですけども、そういう風になっているんで、今からですね、御堂筋、つまり国道25、26、163、165号線を歩いていくということになっている。道オタクにとっては非常にですねなんか味わい深い旅になるんでしょうけど、普段ですね、皆さん気にしないですよね。はい、ということで、ここが2号線の、起点部分ですけど、じゃあ今度1号線の終点部分に行ってみたいと思います。横断歩道渡ってきました。私たちはですね、先ほど国道2号線の上にいたんですけど、今はですね、国道1号線の上にいます。でこちらがですね、通称お初天神こと露天神社になっています。そう、お初天神って、いわゆる、ニックネームじゃないですけど通称なんですね。で近松門左衛門さんね、人形浄瑠璃で有名な、近松門左衛門さん、曽根崎心中、そう、この辺曽根崎っていうんですけど、曽根崎心中の、舞台になっているからですね、お初天神って呼ばれたりするんですね。でこの曽根崎心中ってなんか実際にあった話をですねモデルにしてるらしいですね。はい、だから心中が行われてたということなんですけど、見事ですね、この後ろにアパホテルさんがありますね。お初天神とアパホテルすごいですね、この組み合わせが見れるのはい、ここの曽根崎ならではだと思いますけども、はい、しっかり道路の看板もね、1って書いてありますね。京橋蒲生4っていう風に書いてあります。さあ、さっきの初天神からまた斜め向かいに、やってきました。で実はですね、ここの下に、はい、国道1号線と2号線が通ってますけど、この下にもですね、電車が通っているんです。それがですね JR 東西線といいまして、1997年にですね開業した新しい、電車なんですね。でこの駅、ここに駅が実はあるんですよ。でその駅は何ていう駅やと思います？北新地駅っていうんですよ。梅田ちゃうんかいとね、はい、思われるかもしれないですけど、なんでそういう駅になっているかというのをね、これからお見せしたいと思います。さあ、ではですね、御堂筋一方通行ゾーンがここから始まります。国道25、26、163、165号線をですね、今から歩いていきます。もう早口で言えるようになっちゃいましたね。すごいな、ここに公園みたいなのが整備されて、そう、御堂筋は最近ですね、昔は車が通るところが多かったんですけども、こうやって歩道側にもいろいろとデコレーションなりしましてですね、結構歩いててもお散歩してても楽しい、そういう道に生まれ変わりつつあるのがですね、最近の特徴ですね。さあ、少しさっきのねオフィス街ばっかりのとことは雰囲気が変わってきて、居酒屋さんとかご飯屋さんも増えてきましたね。はい、そしてこちらさっき F1 って見えてたと思うんですけど、この道がねこう直角に交わってないんですよね。はい、こちら北新地
ここがですね、東京でいうとこの銀座ですよね。はい、新地のママさんなんてね、よく話題になったりしますけども、ここにはですね、ちょっと入ってみましょうか。まだこの時間なんでね、夜の街はまだ動いてはないと思うんですけども、こういった形でですね、雑居ビルとかマッサージ店とか、そういうのがいっぱいあるところですから、あれ見てくださいよね、何個あんねんって感じでしょこれね。1個のビルの中にめちゃくちゃたくさんですね、店舗が構えられています。結構まあちっちゃいねお店とかもだいぶあるんだと思いますけども、ここがですね北新地でございます。なんかちゃっかりアマシンがあるんですよね。尼崎信用金庫が新地の中に信用金庫があるんですね。これはお金がなくなった時にも安心って言っていいんですかね絶対こんなんあったらお金使いすぎてしまうような気がする。はい、北新地をちょこっと見てきました。ということなので、この北新地っていう名前が、結構有名であるのと、駅ができるところにね、近いということなので、北新地という駅に決まったというふうに聞いております。結構梅田ね、見どころありましたね。大阪ね一の大ターミナルなんで、いやもっとね、はい、阪急の梅田のあたりとか茶屋町とか入れたらものすごいたくさんあると思うんですけど、それはなんかあれでしょうね、梅田の特集でやってもいいのかなと思ってます。てかそもそもですね、大阪住みやすい街っていうロケシリーズがあったと思うんですけど、あれで梅田次やんないといけないんですけど、まだやれてないんですよね。ちょっとネタ考えておきますけど、さあそうこうしているうちに私たちは次の街にそろそろ到着をするところでございます。はい、次は淀屋橋ですね。御堂筋線で梅田駅の次は淀屋橋市役所前ってねなってますけども、なんかあそこにねすごいレトロな建物が見えてきましたね。はい、この高速の下にかかっている橋が大江橋でございます。はい、大阪駅はですね、基本的に新しいものばっかりだったんですけども、第3ビル、確かに年季は入ってましたけども、もうこの辺に来るとね、本当もう昭和初期とかね、明治大正レベルのですね年季が入ったものがたくさん見えてまいります。はい、でこの川ですね、まずこれは堂島川と言います。はい、堂島川の上にですね、高速が走ってます。これなんでか分かりますか？そう、川って誰の持ち物ですか？誰も持ってないですよ。僕川持ってんねんとか言うてる人聞いたことないですよね。広いお家でその中になんか池作ってそこ川流してるとかそういうのやったら別だけども、こういう大きい川持ってんねんって自慢してる人なんて全然いないでしょ。そう、川はね誰の持ち物でもない、言ったら国の持ち物ということなので、用地買収がやりやすいんですね。だからこんな形で川の上に高速道路が建てられています。はい、堂島って社会の教科書で聞いたことないですか？はい、僕の場合はね、堂島って聞いて堂島康平さんね、歌手の堂島康平さんを先に思い浮かべてしまうっていうね、はい、ちょっとねおかしいことになっているんですけども、堂島といえばね、江戸時代に米の取引がされたところとして有名ですよね。大阪はとにかくですね、川がたくさん流れてる町なんですよ。水の都、水都大阪なんていう風に言われるんですけども、その川ね流れてたら船で、ね、物運べるじゃないですか。で船で、ね、物運んだ方が重いものとか、ね、たくさんあるものを一気に運べたりするでしょ。だからですね、それを使ってですね、大阪の商人の皆さんはですね、商いをやっていったということなんですよ。はい、でこの後土佐堀川という川もですね、渡るんですけども、その2つの川に挟まれているエリアのことを中之島というふうに言います。はい、もう文字通りですよね。ではですね、私たちは中之島の方に今から入っていきたいと思います。そしてこちら見えておりますのが大阪の市役所でございます。はい、淀屋橋市役所前というふうに駅の地下鉄御堂筋線で案内されていると思うんですけども、こちらがその市役所になっています。はい、こちらがですね、日本銀行大阪支店となっています。日銀のね大阪支店ということで、今日は土曜日なので空いてないですけども、外からでもですね十分レトロさを感じることができますね。この日銀の大阪の建物はですね、この大阪市役所と向かい合う形で建っているんですね。さあ、そして日銀を後ろに見まして、またですね橋がかかっていますけど、こちらが、淀屋橋、淀屋さんが建てた橋だから淀屋橋ですね。そうなんですよ、本当にそうなんですよ。
豪商ね、はい、大阪商人の中でもお金があった商人がですね、淀屋さんという方がですね建てたという橋なんですね。で、大阪ってこういう橋、もともと民間人によって建てられた橋っていうのが結構あるんですね。これ大阪人が橋作るの好きだったかっていうとそういうわけじゃなくてですね、江戸時代、確かに大阪に橋は何個かかかってたんですけども、めっちゃ不便だったんですよね。はい、この川をね渡りたいのに、こっちのね河原をずっと1キロや2キロぐらいね歩いていかないといけないみたいな、そういうような事情だったらしいですね。なので国が全然もう橋建ててくんねえんだよってということで、じゃあ俺らもうしゃあねえから金集めて建てるかということで、建てられたような橋も何個かこれから出てきます。さあ、淀屋橋からはですね、こんな形で中之島のビル群が見えてきますね。いや、なんか就活しながらね、この中之島のビル群で働いてみたいわみたいな、そんなね、でキャリアウーマンになってやるみたいな、そんなね夢を抱いた方もいっぱいいるんじゃないでしょうかね。いつ見ても綺麗ですよね。夜なんかもっと綺麗になりますよ。さあ、そして、こちらですね、地下の入り口が見えてますが、これがですね淀屋橋駅になってます。さあ、ここからしばらくは大阪のウォール街とでも言いましょうかね、ビジネス街が続いてきます。この辺りから御堂筋、側道がこうやってでき始めてですね、タクシーとかこのビルの前で降ろしてっていう時、これ一回側道に入って、それでですね、乗り降りとかしたりしてますね。ではちょっとここで一回振り向いてみましょうか。はい、この御堂筋が一方通行だってことがこれでよくわかりますよね。この信号機がみんなこう向こうの方をね向いてますよね。銀行の建物もありますね。みずほ銀行があそこにあります。で、三井住友もね、ここからもうちょっと向こうに行かないといけないんですけど、大きい建物で、しかもめっちゃレトロなですね、建物があったりします。で UFJ もね、多分通っていく道にあると思います。なんかいいですよね。ビジネス街の中の駅って感じが、渡り廊下のこのね、すごい厳粛な感じがいいですね。はい、で御堂筋を歩くもう一個の楽しみがカフェ巡りなんですね。御堂筋の上にはこんな感じでオープンなおしゃれなねカフェが何個かありまして、非常にカフェ好きの方はこうやって歩いて、今日はちょっと本町なところまで歩いてみて、おしゃれなカフェがあったら入ろうみたいな、そういう休日の楽しみ方なんかもねできるんじゃないでしょうか。本当いいですね。これずっともうまっすぐこっちにだけ、ただ南の方だけ向いて車が走ってる光景、これこそ御堂筋ですよね。さあ、あそこにもうちょっとまっすぐ行ったところに高架が見えてきましたけど、そろそろ私たちは次の町に到着しています。はい、次の町、本町ですね。もうすぐ到着です。で、あそこになんかお寺さんのようなものが見えてきましたね。あそこ実はですね、この御堂筋を語る上では重要な建物になってますので、御堂筋を渡って訪ねていきたいと思います。はい、ご覧ください。このお寺、北御堂っていう風に書いてありますね。本願寺津村別院って書いてありますけども、はい、結構意味深な言葉が書いてありますけども、まだ入れるっぽいですね。ミュージアムはもう入れないみたいですけども、うわー立派だなこれ。はい、これはですね、本願寺津村別院、通称北御堂っていうんですけども、西本願寺ですね。東本願寺と西本願寺ね、仏教ありますけども、こちら西本願寺の方ですね。で、これがですね北御堂っていう風に言われてるんですけど、実はですね、今度東本願寺の方の南御堂っていうのもですねあるんですよ。で、北御堂と南御堂がある通りということで、実は今私たちが歩いている御堂筋は御堂筋という名前がついてるんですよね。要は王道がある通り、そういうですね意味やったということなんですね。ということで次は南御堂を訪ねていきたいと思うんですけど、この北御堂ね、すごいのがあるんですよ。これ見てください。お寺直結の地下鉄の入り口があるんですよ。すごくないですかこれ。
寺に直結する地下鉄の入り口なんて初めて見ましたよね。京都でもそんなないでしょ。しかもエレベーターですよ。本当お坊さんたちはあれですよ、エレベーター乗って毎日通勤してるんですよね。いやー羨ましいな。まああんまり宗教のお話とかってねしないようにはしているんですけども、一応僕東本願寺ね家族お参りに行ってるんで、西本願寺ねこういうのを見るとですねすんげえ羨ましいなというふうに思ったりするんですよね。ということでまあ一応家族がお参りに行ってる東本願寺のそう南御堂は東本願寺の方なんですね。はい、南御堂の方に今から行くわけなんですけども、もう南御堂もねこれほんとまっすぐ行って高速道路のあれ中央大通りっていうんですけど、あれ越えたところにあるらしくてですねその立ち位置がすごいですよね。たまたまこういう風になってたのか。でもまあそのお堂のおかげでこの通りがね御堂筋という名前がついてるんで、ちょっと大きめの通りと交わりましたね。でこれが本町通りっていう通りになってます。で本町っていうのはね駅自体の中心は高速が通ってるですね中央大通りの方にあるんですけども、本町っていう地名自体はこっち側にあるんですね。ちょっと北側にあるんですよ本町の駅の。はい、本町通りと交わってほどなくしてですね中央大通りが見えてきました。この中央大通りの下にはですね地下鉄中央線が通っています。大阪の地下鉄ってメインストリートに沿ってですね建設されているんですよね。だから通りの名前がついています。御堂筋線でしょ。で堺筋線で四ツ橋線っていうのはあれは四ツ橋筋の下を走っているからということでそういう名前がついています。さあ中央大通りが現れました。でこれ見てください。これ道路の、真ん中に建物がありますよね。これはですね、1970年代に建てられました千葉センタービルという建物になっています。でこっちですね、はい、こっちにもです建物がありまして、このずっとですね道路の真ん中の建物がですね一駅地下鉄一駅分ぐらい続いているんですね。で交差点になるとこんな形で建物が切れるみたいなそういう形で10棟のですね建物があります。これがですね千葉センタービルでございます。実際ですねこのビルの中では何があるかというのをご紹介していきたいと思います。はい、ここはですねこうファッションとかあとこうお菓子屋さんとかありますけども、見ていただくとカバン屋さんなんかもありまして、ちょっと今日はね閉まってるお店も多いんですが、千葉だけにね繊維の街なんですよ。たまたまそういう風になったんだと思うんですけども、ですのでここにですね、繊維系のお店とか衣料品、服屋さんとかカバン屋さんとかをですね、集約したんですね。もともとはいろんなとこにこの辺にあったんですけども、この中央大通りを作るぞということになって、でじゃあちょっと問屋さんたちここにビル、建てるから入ってきてみたいな、そんな形で形成されたのがこの千葉センタービルになっていて、今はですねもっといろんな多様なお店がで、さっきもお菓子屋さんありましたけどもダイソーとかも入ってたりして、結構ね普段の生活にも使えるそういうとこになってます。はい、でここも実はお手洗いポイントですね。はい、もう梅田からもう1時間ぐらい歩いてますので、ちょっとお手洗いも行きたくなったなっていう時はですねこのセンタービルの中のお手洗いを使えばいいでしょう。地下鉄のお手洗いってね下降りないといけないんですけど、普通に階段とか降りなくても使えますので。さあそれではまた御堂筋を南に下っていきたいと思います。いよいよですね南と呼ばれる大阪でもう一つの繁華街に近づいてまいりますよ。ここにもスタバがありますね。オープンなカフェが。ちょっと寒いぐらいなんで結構ね外で飲食されてる方も多いですね。さあそしてちょっと忘れかけてましたけども、こちらビルの真ん中から登場しましたね。こちらが東本願寺の南御堂でございます。なんかやっぱり東本願寺といえば、京都の東本願寺とねなんか似てますね雰囲気が。さあ南御堂を過ぎまして次の町心斎橋が近づいてきましたね。この辺になると土日がメインでやってるようなお店とかも多いんで、結構車もねこの
側道に止める人たちも多くなってきました。そしてここに難波神社っていう神社もあります。結構御堂筋ってパワースポットがね沿線にいろいろあったりしますよね。はい、難波神社の横を通っていきます。でこの辺りからですね、この御堂筋に沿うようにアーケード商店街があそこにあります。であれがですね心斎橋筋商店街っていう風に言うんですね。なんかこの辺からね外国の方、多分旅行者の方ですけど、外国の方の姿もちらほら見えるようになってきましたね。結構この辺にホテル、ね、外国の方も泊まるようなホテルもたくさんあったりするんですよね。ブランド物のお店も出てきましたね。なんかこっちの方が人通り少なかったんで反対側に渡ってきました。もう一個先のもう2つぐらいかな、先のところでまた大きい通りと交わります。なんか鴨そばって書いてある。なんか美味しそうですね。さあここがですね御堂筋線の心斎橋駅付近になっています。でさっきの淀屋橋にはですねこの駅の由来になっている橋がね、淀屋橋という橋がこの通り沿いにありましたよね。でもちょっとここは違うんですよね。はい、あそこ見えるかな、これ見えますかね。これ新橋って書いてあるんですよ。そう、ここね新橋なんですよ。東京かっていう風にツッコミ入れたくなるんですけど、これは一体どういうことかっていうのをね、実際の心斎橋というのは一体どこにあるかというのをですね見に行きたいと思います。さっきの交差点を左に曲がってます。この長堀通りですね。ちょっと待ってよ青木さんと、どこにもなんか川みたいなのが見当たらないんだけどね。はい、ツッコミが聞こえてきそうですけども、はい、さっきちょこっと説明した心斎橋筋商店街ね、このアーケード御堂筋に沿って伸びているんですけども、交わるところにある、はい、この構造物ですね、これが心斎橋なんですよ。ちょっと意味わからないでしょ。なんで川がね流れていないところに橋がかかってんねんっていうことなんですが、実はねこの長堀通りというのは、今でこそねこんな大きい通りなんですが、昔はね川やったんですね。そう、さっき大阪はね川がいっぱい流れてるから船で物流がやりやすかったっていうような話をしたんですけど、実はこの長堀川もですね、物流に使われていたんです。でもですね戦後になって、だいたい1960年代なんですけども、いやもう川、流れてるのはいいけどちょっと埋めて道路にした方が、車とか、トラックとか最近増えてきてるし物流やりやすくなるんちゃうんっていうようなですねことになりまして、実はですねこの川を埋めるということが行われました。はい、だからこれねもともとこの通りは川やったんやけど、それを埋めちゃったんですね。埋めてどうしたかというと、道路にしたんですね。でもそんな埋め切らない、なんかちょっと空間作ってもいいよねということで、その川があったところのですね空間をですね、実はこの下地下街になっています。そう、今からねその地下街を訪ねていきたいと思います。はい、こちらがですね川が流れていたところを利用してですね作った地下街になっています。ところどころにですねこうやって地上が見えるところがあるので、完全にその埋め切ったわけじゃなくて、ちゃんとこういうですね川のいろんな部分を利用したんじゃないかなというふうに考えられるんですけども、このクリスタ長堀っていうですね地下街、実はですねいろんなこの辺の歴史の展示なんかもねしてあって、言ったら地下街と歴史博物館なんかね融合したみたいな、そんな感じな施設になってるんですよね。そこの辺りを見ながら、昔の大阪っていうのは一体どんな風になっていたかっていうのと、あとですねなんでさっき東京みたいな地名新橋っていうとこがあるのかについてちょっと見ていきたいと思います。はい、こちらの広場のところにですね心斎橋の歴史を見ることができるところがあるんですね。これがですね木で最初作った心斎橋ということで、この橋もですね実は美濃屋岡田心斎という人によって作られた、だから心斎さんが作ったから心斎橋なんですよ。国がねあんまりその橋を作ってくれへんからということで商人の皆さんが作りはった橋ということにはなってるんですけども、でこんな形で鉄の橋になったりしまして、で今度ですね明治40年代には今度石造りの橋になったというような歴史があります。なので心斎橋自体はみんな使ってたんですよ。
2回もね、もっとしてると思うんですけども、リニューアルするぐらいですね、いろんな人が使ってたんですね。で、御堂筋っていう通りを私たちは歩いてきているんですけども、この御堂筋って実はね、そんなに昔から栄えていた通りではないんですよ。はい、少なくとも明治時代はですね、御堂筋というよりはですね、この心斎橋がある、心斎橋筋とか、あと堺筋ですね、あちら辺がですね通行量が多かったんで、実は御堂筋に橋がなかったんですよ。ここねの地下街もともと川やったから、御堂筋もこれを渡ろうとしたら橋がいるわけです。でもですね、かかってなかったけど、じゃあ御堂筋にも新しい橋を架けようぜということで、新橋という橋になったそうです。そうなんですよ。だから新橋って本当に新しい橋っていうね、そういう意味で、もちろんですね、この地下街川はですねもう埋められたんで、御堂筋にはもう橋はないということなんですね。はい、ここのクリスタン長堀も、お手洗いポイントですね。まだ言ってね、もう5時半なんでだいぶ歩いてきましたんで、お手洗いに行きたい方はあと多分1時間ぐらいですね、難波まで歩いていろいろ見ていくので、お手洗い行きたい方はぜひここで行っておくといいと思います。さあということで、こちらまた御堂筋にカムバックしてきましたけども、ここが新橋ですね。昔ここに長堀川という川が流れてた時代はこの新橋という橋がかかっていたんですね。さあではこの新橋をですね、左にこの新橋から南はですね、堀江とか雨村って言われているエリアが近いところですね。実際向こうの方にあります。でちょっとすいません、ちょっと寄りたいとこがあるんですよ。はい、心斎橋といえばですね、大阪です、心斎橋です、大丸ですというキャッチフレーズがある通りですね、大丸百貨店があります。でその中にですねポケモンセンターがあるんで、ちょっとそこにですね、ちょっと探してるポケモンのぬいぐるみないかなってちょっと見に行ってもいいですか。はい、デパートがいっぱいある街心斎橋をご紹介する意味でね、オーパってですね、こちら百貨店右手にあります。で左手にはパルコもありますね。はい、ポケモンセンターに、行ったんですけど、これ実は時間調整でしてですね、はい、ちょっと暗くなってきたでしょ。そう道頓堀これから見るんですけど、道頓堀の夜景ね、暗い方がいいでしょということでですね、はい、ポケモンセンター行って、で、目的のポケモン、ピチューのぬいぐるみね、前吉野家のロケで行ったと思うんですけど、ピチューのぬいぐるみまだ手に入れてないんですけど、ここにもなかったですね。はい、ちょっと頑張って他探そうと思いますが、こちらがですね大丸百貨店の前景になっております。すごいですね。やっぱり心斎橋というか大阪を代表する、デパート百貨店であるということが分かると思いますが、この大丸百貨店なんですけども、1933年とかな、ここに地下鉄ができた時にですね、この全部先代の建物が全部完成しましてですね、この見ていただいている本館っていうのがウィリアム・ウォーリスさんの様式でですね、設計された非常にですね立派な西洋建築だったそうです。でそれを受け継ぐ形で2009年にこの本館の建物が完成してまして、上の方に行けば近代的、そして下の方はですね1階と2階についてはそのウォーリスさんの建築様式を受け継いだ形で生まれ変わったということになっています。さあそれ引き続きですね御堂筋を南下していきましょう。この辺りからですね、この側道が今工事している関係で道が狭いんですよね。車も人もですね結構密集して歩くみたいな、結構車も見てるとゆっくり進んでるでしょ。外国人の方も多いですね。ほぼ半分ぐらいかな。すごい確率で外国人と遭遇しますね。そんだけ大阪の魅力が世界的に伝わっているということなんでしょうかね。そしてブランド物のお店、すごいな、あそこきらびやかなお店が一つありますけど、こっちもありますね。はい、なんかお祭りかなんかコンサートの物販の行列みたいになっちゃってますけどね、難波を目指してひたすら歩いていきます。さっきの見えてたこのきらびやかな建物は一体何なんでしょうね。これブランド物のお店っぽいんですけど、これはヴィトンのお店ですね。はい、ヴィトンの
お店ルイ・ヴィトン結構並んでますね。もう難波ですね。遠くに奈良、京都、名古屋へは近鉄特急でっていうサインが見えてきています。近鉄の難波駅ですね。はい、ちょっと横からね、人混みを見てますけども、御堂筋を通るすごいですね。ほんまになんかお祭りがなんかあるみたいですけど、はい、ちょっと人混みがはけたあたりでまた歩き始めていますけども、ドン・キホーテがあるあたりがですね、道頓堀川が流れています。そういわゆる道頓堀ですね。この道頓堀もですね、道頓さんという人が作った今度は川ですよね。そう、橋じゃなくてね、今度川まで作っちゃったっていうね、やっぱ江戸時代の大阪の人は本当すごいなというふうに思いますよね。はい、そしていよいよ私たちは道頓堀川の上ですね。はい、こんなところに博多の豚骨ラーメン、はい、福岡の一蘭さんがいてはりますけども、すごい、あそこちょっとモニターみたいなのがあって万博をなんか宣伝してますね。というかせっかくなんでこれ下降りてみましょうかね。せっかくなんでこう降りたことないんで、はい、道頓堀川と同じ高さを歩いてます。なんかみんな一生懸命記念写真撮ってますね。グリコの看板、こちら真正面に見てますけど点灯してないんですね。もう点灯してないんですかね今は。このでもネオンね、これはもう大阪を象徴する景色でしょう。そして下にもねちゃんと映ってますね。あちらですね、大阪の大動脈にかかっている橋は道頓堀橋といいまして、こっちですね、はい、この橋が、かの有名な阪神が優勝すると飛び込む人が出る橋でございます。恵比寿橋と言いますね。はい、みんな恵比寿さんにあやかってですね、飛び込んでいるそういうことなんだと思いますけども、今年はね、今年阪神タイガース去年か、優勝はしましたけど日本一もなりましたけども、だいたい30何人が飛び込んだということで報道されています。もちろんね飛び込んじゃダメですよ。はい、ダメなんですけどもね、はい、そういうことがありましたということですね。はい、でこれが心斎橋商店街ですね。心斎橋でご紹介しましたが、この続きなんですね、恵比寿橋っていうのは。はい、この商店街まっすぐ行くとこの、グリコの看板のとこに来ます。はい、もうなんかお祭り状態ですけど、この恵比寿橋渡っていきますよ。やっぱり看板のとこはすごいすし詰め状態になってましたけど、できたところは結構ね人もまばらになってきました。この通りはですね、道頓堀にある有名なというか、大阪が誇る有名なものがいっぱいあります。はい、こちらカニさんですね。カニさん、カニ道楽、こちらですね。いや、カニ道楽には入ったことないけどこのカニさんはよく知ってるよという方ね、大阪でも結構いるんじゃないでしょうか。さあ、そして、今度はですね、はい、お人形さんを見に行きましょうね。この大阪の道頓堀といえばあの方がね、太郎さんがいらっしゃいますね。太郎さんに会いに行きましょう。食い倒れということで、食い倒れ人形ですね。あれ本物はどこにいるんだ。はい、本物の太郎さんはですね、もうちょっと歩いてきたところにある中座食い倒れビルというところにいらっしゃいました。はい、食い倒れ太郎さんに挨拶しまして、食い倒れね、お土産屋さんなんですよ。これ食い倒れって食堂なんじゃないのっていうね、思われる方もいると思うんですけど、実は食堂だったんですよ。食堂だったんですけど、でちゃんとこの食堂の前に食い倒れ人形さん、食い倒れ太郎さんがいらっしゃったんですけども、で今はですねこんな形でお土産屋さんとしてですね営業しているということです。そしてこちらには恵比寿さんと大きなタコさんとで大きなたこ焼きさんもいらっしゃいますね。もうみんなね、はい、しのぎを削ってますね。インパクトを求めてね。はい、カニさんのところに戻ってきました。完全に暗くなったんでもう一回ネオンのとこ見に行きましょう。グリコのとこね。はい、ちゃんとグリコ点灯してましたね。よかったよかった。なんか節電とかそんなんじゃなくてよかったですね本当。それではですね御堂筋の方に戻ってカムバックしていきたいと思いますけども、もう一つねこの通りで見ておきたいものがあります。こちらですね、松竹劇場でございます。はい、この劇場なんですけども1997年に建てられたということで結構ですね
新しく感じるんですけど、仙台の劇場がですねすごくて、日本初の鉄筋コンクリート製の映画館だったそうです。はい、ということでそういうですね、歴史、松竹の歴史がここに道頓堀にあるということです。さあこちらも見ておきましょう。道頓堀ということでね、このね映像、カラオケとかで、大阪がテーマになってる歌とか歌うとこれが出てくるんですよね、最初に道頓堀って言って。でもまあ僕からしたら結構これ結構なんだろう、昭和みたいな感じですよね、ネオンがね。まあ大阪って言ったらでもこれを思い出す人も多いんでしょうね。さあラストスパートですね。もう難波の駅見えてきてます。というかもうここ難波ですね。でゴールどこにしようかなって考えたんですけど、さっき劇場が出てきたんで難波グランド花月まで行きましょうか。はい、まあね、難波グランド花月結構ね大阪でも有名な観光地、新喜劇見なくてもですね、お土産屋さんとかがあったりとかですごく楽しめるような場所なので、そこまで歩いていきましょうか。時刻はもうすでに6時半を回っております。観光してると時間って本当早く経ちますよね。さあここでまた大きい通りと交わります。こちらが千日前通りと言います。はい、千日前通り、地下鉄千日前線とあと近鉄電車がこの下通ってます。そして、こちらにですね難波駅の入り口がありますので、もう難波駅に到着しましたね。はい、千日前通りを渡ってきました。で、これですねラポール22っていう英会話があるんですけど、ここね昔1年ぐらいやったかな、こうやってました。はい、これ口が、疲れるほど話せる英会話って書いてあるんですけど、ほんまに疲れます。はい、結構ね発音とかあとね文章とかねいろいろ覚えて頭に叩きつける、いい感じでですね叩きつけてくれるんですよ。詰め込みとかそんなんでもないんですよね。結構ね研究し抜かれてるですね英会話教室で、テレビにもね出たことがある、そういう英会話教室でございます。はい、ということで、おすすめです。梅田と難波にあるのかな。はい、両方あるんで、梅田は難波好きな方に通えるんですね確か。でレッスンもなんか好きなやつ取れるんで、毎週これ行けとかそういうのではないみたいですね。終わり際になんで英会話の話が出てくんねんってあちら南海電車の難波駅が見えてきましたね。この辺りで御堂筋が終わりです。はい、ここから急に道が広くなりましたけども、難波広場というエリアでしてですね、もう歩行者天国のようになっています。だいたいまあこの辺が難波の中心ですよね。難波はね本当梅田よりもいろんなものが分散してて、で心斎橋あたりもね歩いて行けちゃうので、あの辺もだから難波と同じように扱われることもありますよね。さあこの辺りで御堂筋は終わりです。で私たちはですねこっちに来まして、花月劇場の難波グランド花月、はい、吉本新喜劇で有名なんですね。はい、というか新喜劇がやっているところをですね見に行ってみたいと思います。新喜劇はね今日は見ないですけどね。ここだいぶ広くなりましたね。本当開放感が溢れてますけども、そのグランド花月に行こうとしたらですね、アーケード商店街を通っていかないといけないんですね。で今回御堂筋ずっと歩いてたんで商店街なんかお店できてなかったと思うんですね。ですので今日は最後はですねこの商店街を通って、グランド花月まで行ってゴールしたいと思います。いやでも梅田から難波って歩けるもんなんですね。いつも地下鉄を使ってるんでね、いろいろ新鮮なところもありますよね今日は。さあこっちにも商店街が出てるんですけど、これは恵比寿橋筋なんで、さっきのですね、道頓堀の、グリコの看板とかある橋につながってます。そして、私たちが向かうのはこちら難波南海通りって書いてあるところですね。南海通り、はい、このカムクラっていうラーメン屋さんすごく美味しいです。さあそして月化粧ですね。はい、大人の方っていうか先輩方とかね、はい、お土産持っていくときはこれがいいと思います。うどんそば260円ってちょっと前までもっと安かったんですね。すごいですね。この磯丸水産の角を右に曲がります。そうすると見えてくる建物がすき家とそして花月劇場になってます。なんか
有名な芸人さんでも来たんかなって感じですよね。なんか人がそれぐらいの人の多さですけども、ここをじゃあゴールにさせていただきます。はい、というわけで、吉野新喜劇すぐ入れますよって言ってるのでちょっと見に行きたくなりますけども、それ以前にちょっとお腹空いてきたんでね、はい、晩ご飯食べに行きたいと思いますけども、今日はですね梅田から難波まで歩いてみました。これほんまね、大阪旅行来て、することなかったらぜひやっていただきたいですよね。大阪の歴史とかですね、あと大阪にこんなのあるんやっていうようなそんな発見とかが、できたりしてですね、あと雰囲気の違いね、梅田と難波の、あと本町とかね、心斎橋とかの、それぞれ街の雰囲気の違いを味わいながら、歩いてくるっていうのも非常に面白いと思います。で途中にもね、観光名所もたくさんあったりして、であと御堂筋でやったら今度はですね堺筋とか谷町筋とか、大阪のね南北に結んでいる通りっていうのは結構何個かありますので、それをやってですね、難波から梅田と梅田からちょっと足伸ばして天王寺とかやってもね面白いと思いますので、ぜひね、旅行の参考にしていただければというふうに思います。では今回もご視聴いただきましてありがとうございました。